こまで志望校決めの流れや入試のために必要なことを話しましたが、今度は受験校決めのチェックポイントについてお話しします。大切なのは自分を知ることと大学を知ることです。まず自分を知るために大切なのは得意分野や偏差値、自分の学力の高さを知ることです。大学を知るために大切なのは何が学べるか、雰囲気、偏差値、学費です。まずは自分を知る方法についてお話ししていきます。これで一番なのは、自分を知る方法は模擬試験を受けることです。模擬試験は大学の入試に似た方法の似ている問題の試験で模試とも呼ばれます。1回だいたい5000円から6000円です。模試を受験すると得意分野と苦手分野が分かります。また、日本中の受験者の中で自分の学力の高さ、偏差値と言いますが、それが分かります。偏差値は、だいたい25から75の数字で表されます。偏差値が高いほど学力があるということを表して、真ん中は50です。どうして高校の成績だけではなく模試が必要かというと、大学は日本中全国から受験する人が集まります。だから自分が全国でどのくらい勉強ができるのかというのを知る必要があります。模擬試験を受けて得意苦手分野と偏差値を知りましょう。安くはありません。ですが定期的に受験をすることで自分の学力がどのくらい上がっているのか、どの分野の勉強をもっとした方がいいのかということが分かってきます。また、模擬試験は会場に行きます。知らない人もたくさんいます。そういうところで緊張したりするかと思いますが、本当の試験の受験の練習にもなります。次は大学を知るポイントです。1つ目は、学べることを知ろう。大学のホームページやパンフレットでどんなことを学べるのか確認しましょう。将来なりたい仕事がなんとなく決まっていれば、それに合わせて志望大学、学部を探すことができます。卒業後の進路を見ると、大学卒業後のイメージのヒントになりますよ。で、もうこれやりたいんですっていうのが決まっている。そしてそれには必要な資格があるという場合は、資格が取れるのかというのも確認しましょう。2つ目は、ホームページだけではなく、オープンキャンパスや文化祭に行って雰囲気を知ることです。さっきもね、オープンキャンパスについて話しましたが、高校によって雰囲気が違うように、大学の雰囲気もそれぞれとても違います。ですから、オープンキャンパス文化祭に行って、こういう感じなんだというのを知りましょう。学校推薦型もしくは総合型選抜ではオープンキャンパスに来ましたかという質問されることが多いです。何回も行くようにしましょう。次、3つ目ですね。3つ目は大学の偏差値を知ることです。さっき話したのは自分の偏差値、模擬試験を受けて自分の偏差値を知ろうという話でしたが、今度は大学の偏差値を知ることです。大学の偏差値はインターネットで調べることができます。例えば、ある学部の偏差値が54だとして、自分の偏差値が54より上だったら合格する可能性が高いというふうに
使うことができます。はい。で、注意してほしいのが、同じ大学でも学部によって偏差値が違いますので、しっかり学部まで確認するようにしてください。最後、4つ目は学費についてです。学費もホームページやパンフレットで確認することができます。大学や学部によって金額は違いますので、これもちゃんとチェックしてください。で、受験料も安くありません。数万円かかります。一緒に確認しておきましょう。学費については次の動画で説明しますので、ぜひ見てみてください。はい。で、一般選抜各テストの人たちはだいたい3つくらい併願を探しますよ、3つくらい受験をしますよという話をしましたが、それの探し方についてもう少し詳しく話していこうと思います。まず受験日ですね。一番行きたい大学はこの日。じゃあ他の大学どうしようかな。ここ受験日いつかな。同じ日だ。ということがあったり、問題傾向。例えば一番行きたい大学がマーク式、選ぶだけの問題で、国語には古文がありませんという試験なんですが、もう一つ行きたいなと思ったところは記述式、自分で答えを書く。しかも古文がある。勉強の方法が変わりますね。あと、入学金のことも大切です。例えば、先に併願第二志望の受験をして合格発表がありました。合格して、この日までに入学金を払ってねというのがあるんだけれども、その後に一番行きたい大学の合格発表があったら、入学金約100万円くらい。どうしましょう。このお金は後で話しますが、戻ってきませんので、一番行きたい大学と2番目第二志望の大学の、合格発表や入学金の支払いの日の確認も必ずするようにしてください。はい。というわけで、すべておさらいすると、自分を知ることと大学を知ることが大切で、自分を知るためには得意分野、苦手分野、偏差値を知るために模擬試験。大学について知るためには、インターネットとかを使って何が学べるかとか、偏差値学費なんかは、ホームページやパンフレットを使って調べることができますし、2番目の雰囲気は直接オープンキャンパスや文化祭に行ってみて知ろうということでした。はい。で、最後に入試のスケジュールについてお話しします。これはね、2020年なんで例なんですけれども、秋頃から受験の申し込みが始まって、総合型や学校推薦型の受験も始まります。一般選抜は冬1月頃から受験が始まるという流れです。3年生になったら、もうゴールデンウィークだ。もう夏休みが終わって、もう受験と、あっという間に時間が流れます。もっと準備すればよかったと思わないように、今のうちから頑張っていきましょう。では、以上で志望校決めの話を終わりにします。聞いてくれてありがとうございました。次回はお金はどのくらいかかるというお金についてお話ししていきます。何か質問があればこちらにメールください。どうもありがとうございました。